はい、今回は CB400 フォアの純正復刻マフラーの開封動画をやってみたいなって思います。ではですね、早速ね、もう皆さん見たいと思うんですが、その前にですよ、純正復刻マフラーの開発を、手掛けていただいた産経技研さん、またメーカーの話はね後でしますけど、産経技研の関口さんにお越しいただきました。ありがとうございます。産経技研株式会社は大手自動車・バイクメーカーの純正パーツを製造している日本を代表するすごい会社です。詳しくは動画の後半で。じゃあ早速ね、お話進めていきたいなと思います。ちょっと待ってくださいね。いきますよ。はい、ドーンとこれですよ。この中に純正復刻マフラーが入ってます。じゃあすいません、開けちゃいますか。はい、お手数ですが開けていただいていいですか。ずんとね、はい、液パイっぽいのが出てきたぞ。はい、これ液パイですね。これ一番液パイ。一番、はい。あ、さっき1番外れてましたもんね。でこれがまあこういう感じで、ね、234と、そしてサイレンサーの部分にねこうつながってますけど、わかるかな。はい、すごい。当時のものと同じ、全く同じようにいこうと思ったのか、それともあえてこういう新しい技術入れていこうかなと思ったとかっていうお話ってあります？基本的に純正マフラーを復刻するということで、はい、ホンダさんにはい、許可を販売申請はい、をしてますので、基本的に純正規格から外れることははい、無理ですね。なるほど。で、ここにこの裏側に認定番号が入ってまして、はい、ああこの裏に入ってるんだ。この産経2002っていうのが、その番号なので、はい、これから外れるようなことはできない。なるほど。ああ、でもあくまでもその仕様当時の決められた仕様スペックですね。産経2002っていうスペックを作る。なるほど。それを現代の、何年経ってる、30年以上経ってますもんね。50年ですもんね。現代の技術で作ることっていうのはどうなんですか？簡単なものなんですか？それとも逆に機械が新しすぎてできないとか、そういうのもあるんですか？後者っていうか、はい、当時のものの作り方って、はい、こういうまず図面が手書きの、はい、ドラフターで書いた二次元図面ですね。はい、二次元図面。はい。それの中にはやっぱりこう3次元の形状を余すことなく表現しようっていう努力はものすごくあって、それを我々が読み解かなきゃならない、はい、この紙だけから、当時の設計思想を読み解くことが必要なんですけど、こうどうしても2次元の図面ではこう表現できない、こういったこう3次元の、曲面、はい、これ紙では描けない。そうですね。はい、写真で撮っても数値にはならないですね。そこのところを再現することが、こう一番こう重要で難しかったかなということですね。なるほど。じゃあその当時制作に当たられてた、先輩方ですよね、のなんかこういうふうに作ってたんじゃないかなみたいなのもイメージしつつって感じですか？もうそういう先輩方もいなかったです。でも物を見てっていう、そこから判断していくっていう。あとは、当時の見積書、はい、見積書に工程が書いてあったりして、それを見たんだけど、全然合ってなかった。そこから実際作ると少しずつ工程が変わっていくわけですね。だから当初の工程とは最終的には違ってたかな。
それっていうのはまあ製品として収めるためにそうせざるを得なかったっていう感じ、もう加工工法まで変わってましたね。あ、そうなんですか。仕事を受ける時の、加工工法と、実際に製品になるまでの間、まあ1年ぐらいあるんですけど、その間に加工工法いろんなあらゆることをやりながら、この形にしていったっていうのが、それ見ても分かりますよね。受注決定する時の工程からこう完成品になるまでの工程、もう全然変わってますからまあでも物ができればね、結果オーライと、今回まあその仕様としては、当時の純正マフラーと一緒で、まあ完全に復刻するっていうことなんですが、特にここにこだわってやったっていうところってありますか？こだわりって、まあ基本的にはこう当時のラインで、流れてたものそのを完全復刻したい、いうのがあるんですけど、特にこのマフラーは、デザイン要望で、ここの部分の溶接、ここ？そうエンドピースのね、この部分の溶接を、デザイナーさんからの要件で、細くしてくれ。細く？この幅ですか？そうです。できるだけ細く、どこまでも細く、どこまでも細く、だって限界あるじゃないですか。仕上げないでほしいと。だから溶接しっぱなしで、見せられる溶接にしてほしいというデザイナーさんからの要望に応えるために、だいぶこう日本中の溶接機を試してみて、どれもダメで、最終的には海外から取り寄せた溶接機で、専用のマシンを作って、これだけのために、なので量産当時はその機械が生きてますんで、だいたいこういうような溶接になるんですね。で量産が終わって補給パーツになると、そういう機械は稼働率落ちるので、片付けちゃいますよね。そうすると汎用の溶接機でやってくる、だんだん太くなってきちゃう。なるほど。まあしっかりついてることが大事ですからね、今度ね。なるほどね。そういう機能美的なところにもすごいこだわってだからデザイナーさんのこう要望をいかに応えるか、叶えるかっていうのも我々の仕事であり使命なのかなって、そういうふうに当時やってたんだろうなと。もうそうなると気持ち的にはデザイナーそう言ってるけど、今の技術うちの会社っていうんですかね、その会社的にはこういう機械があってこれでやれるけど限界そんな幅無理だよっていうところに対して、じゃあもうちょっとじゃあやってやるよみたいな、そういう思いになっていくんですね。なるほどね。先ほどねこのビードの話を、していただきましたけど、さらにここら辺のこの形状っていうんですかねについてもこだわりがあるってちらっと伺ったんですけど、図面通りに作って、作ると、今ここにある、こう角がピキッとこうね、で直線的にパッとこう絞れてる、これが図面の仕様なんですね。で実際に4法はこうずっと見てると、こうフレーム番号が後になればなるほど、ここのとこが丸くなって、このクイっていうのがニューってなってるんですね。丸くなっていく。これっていうのはなんでそうなっちゃうんですか？結局こう何万台何千台何万台っていう中で、金型メンテしていきますよね。そうすると金型丸くなっていく。ここの部品の金型ってことですね。でそもそも加工が結構厳しい加工なもんですから、金型まめにこうメンテしているんだろうなという想像。結果、こうだんだんこう丸っこくなってきちゃったかな。なるほどですね。本来の形はこれなんです。なるほど。この形状を維持できるのって大体何
本ぐらいとかってあるんですか？今の金型だと、まあ300かな。300。やっぱり限定300っていうのを、このマフラー限定300本なんですね。300っていうので金型も300にこう対応できる金型、にしてます。で、その300っていうのは、お客さんが何台買ってくれるだろう、何人のお客さんが買ってくれるだろうっていうのと、いくらにしたらどれだけ買ってくれるだろうというのを、まあいろんなショップさんにね、聞いて値段を決めて、この値段だったら1年目で100は売れるよね、2年目3年目で年間100台出るかな、じゃあ100に300にして値段をはじき出して、この値段だったら買ってもらえますかねっていう相談をしながら、売価と販売数、これこう天秤にかけながら落ち着いたのが300。なるほどね。なんか聞くところによるとですよ、その300のうちもうすでに100本が売れてしまってると。初回受注がすごいことですね。でも4フォアのユーザーって多分全世界にいますからね、わーってきたら一気になくなりそうな気がしないでもないですけど、ちなみに僕がいただいてるデータでいうと税込みで21万7800円となっております。こちら、僕の個人的なですよ、個人的な感想で言うと安すぎるんじゃないかって思うぐらいですけど、どう思いますか？もうちょっとね、こう例えば金型も1000とか2000とか、1万とか耐えられる金型を用意して、もうちょっと値段高くてもよかったのかななんて思ったりもするんですけど、でもそんなに売れなかったらそっか、困っちゃうよね。柄の持ち腐れじゃないですか、金型代って結構高いもんですから、まあそうですよね。まあ売り切りたいっていうのもあるんですけど、まあお客さんがこう手の届きやすい価格、でありたいし、実際に、中古品を再メッキしてかかる費用どのくらいなんだろう、まあそれをベースにした時に、新品だったらこのくらいはっていう価値観、っていうものもこうショップさんと相談して、まあ20万切れればそれはみんないいよねっていう。なので税抜きで19万8000円かな。安いですね。このコロナの間に、こう部品代も随分、なんか今年になって随分上がって、そうですよね。ちょっとしたメッキマフラーも20万の上になっちゃってますね。そうですそうです。だからおまわり上がっていく中でまだ値上げしてないので。いやもうすごいこの産経技研さんの親切心がめちゃめちゃありがたいですね。僕らユーザーからするとね。300以上まだってなったらもう一回金型作り直すじゃないですか。なるほど。その時の金型高いと思います。じゃあそこはなんとかね、金型作るの材料費も上がっちゃってるから。そうですね。だからもう300で終わっちゃうかもしれないし。でもね、なんかもうその穴がね、開くってないと思うんですけど、錆びちゃっても嫌だなっていう思ってた方とかはね、すごいもう朗報じゃないかなと思うんですよね。あと先ほどパイプの曲げみたいな話があったんですけど、この曲げ自体はどうなんですか？難しいとか簡単とかあるんですか？もう慣れてるから全然目つぶってもできるみたいな。いや当時、どういう考えで、作ったのかっていうのがなかなか聞けないんですけど、図面を読むとくだけなんで、これ基本的には二重管なんですね。だけど二重管がここまでなんです。最終曲げは一重管なんですね。この理由がちょっとわからない。
のは事実、図面見て、はい、図面では、はい、誰に聞いても、はい、ちょっとこうわからない、はで昔は一つ一つのこうパイプ曲げがタンデムのマシンで、別のマシンで曲げてたもんですから、はい、3つ目はいがこう一重間で中の径が変わっても、この機械だけ変えればいいだけでできたんです、はいはい、今はこう3次元ベンダーなもんで、1回セットしたらもう全部曲げてしまう。そうですよね、こう回りながら行くんですよね、グイグイってね。なのでここから内径を変えるっていうのができないんだ。ああ、なるほど。だからもうその図面見ただけで今の機械でできない。はい。でどうされたんですか。で私は、ここまで二重でいいんじゃないの、ああ、なるほど、っていう話、でもこううちのこう作る方の人たちは、いや当時がそうなんだから、そうします。ということで、いろんなこう方法を考えて、結果としては、当時の通りここまでが二重でここは一重。はあ。ちょっとねその内容は、秘密ね。はい。超秘密で。超秘密で。みんなが一生懸命考えてくれたんでね。へえ。すごいもう熱意しかないです。そうね、ありがたかったです。はい。もうやっぱじゃあもう携わってる人みんながやってやるぞって感じなんですね。へえ。まあそもそもこの純正マフラーをじゃあやろうって思ったきっかけみたいななんかあるんですか。まずこう昨今のね、こう絶版車が好きな人、絶版車ファンが増えている中で、このマフラー三慶さんが作ってたんだよねっていう声がある。あとは手に入らなくて困る、っていう話がこう非常に多く聞こえていたと。で聞こえていただけでなくて、実際に我々のお客さんの中でもやっぱり古い絶版車を乗り続けてる人が、マフラーなんとか三慶さんで作ってくれないかなみたいな話も多く聞こえるようになったので、じゃあちょっと検討してみようかというようなところからのスタートですね。なるほど。まあ物的にないからなんとかしよう心と、それからもともと作ってたしっていうところもあるわけですね。改めてどういう会社かなっていうの。三慶意見ってこう、代表の製品って言ったら、マフラー。マフラー。これが代表の一番代表的な製品。オートバイのマフラーですね。オートバイのマフラー、それから四輪車のマフラーが代表的な製品ですね。まあその他にもマフラーだけじゃなくて車の部品、外装部品、等々もまああらゆるものをいろんな形で手がけている会社ですね。自動車関連部品って感じですね。しかも純正って感じ。純正ですね。そうすると、いわゆるアフターパーツ、カスタムパーツとかと違って、こうスペックっていうか製品の仕様とかものづくり的にメーカーにも認められてる会社って感じですよね。そうですね。関口さんあんまりすごいなと思ってないかもしれないですけど、僕らから見たらすごいことですよねこれ。なんですけどね。っていうその純正部品を作っているメーカーっていうところで、植松と世界の三慶技研さんがね取扱契約を結んだということで、今回ですねなんと植松が CB400 フォアの純正復刻マフラーを販売できることになったということなんですが、これ取扱契約を結ぼうっていうなぜ結ばれたんですか。
もうこのマフラーすでに販売してます、はい、が私の知る限り車両につけて乗ってる人が確認できない、はあ、買ったのに、みんな眺めてしまっちゃう、そういう状況の中でなんとかこう車両につけて乗ってくれるようにするには、やっぱり上松さんみたいな、こう車両販売を仕事としてるところに提供するしかないなと。なるほど。マニア向けだと、やっぱりマニアは大事にしまっちゃうだからまあね、気持ちも分かりますけどね、こう眺めてかっこいいなってのもあるんですけど、でも取っとけば後で50万になるかなそういうのはちょっと嫌ですね。ならないと思う作り手としてはやっぱりつけてね、使ってもらいたいですもんねっていうので、少しでも使ってくれる人のところに届けたくて、上松さんと契約をお願いした次第。いやめちゃめちゃ嬉しいね、ありがたい話です。ではですね、まだまだいろいろお話を伺いたいんですが、ちょっとねもう尺がだいぶ長くなってきちゃったんで、第2弾としてねまたお送りしたいなと思うんですけど、次はなんと断面見せちゃいますから、マフラー、中どうなってんのかなっていうのをね見たいかなと思うので、これもお楽しみっていうところで、改めまして、この純正復刻 CB400 フォアマフラーなんですが、問い合わせそして注文はですね、植松の方までよろしくお願いします。くれぐれも産経技研さんに問い合わせしないようにね、よろしくお願いします。それと、例えば、フランジ持ってないよとか、ステ持ってないよって方もいらっしゃると思うので、そういう相談部品の調達っていうところも植松の方で行いますから、ぜひこのマフラーに関しては、植松の方までお問い合わせいただきたいなと思います。